電車に飛び込んだらどうなるのか、パート1、金額編。俺の名前は踏切文也。会社が倒産した上、8年付き合った彼女に、優しいしいい人だけど決断力がない、と先日振られた。病弱な体で年に数回は手術が必要だ。今月は良性だけど3キロもある腫瘍を取り除いた。術後の体で通うハローワーク、めっちゃ痛い。医療費がかさみ、暮らすのもやっとだし、両親も亡くして天涯孤独。唯一家族と呼べた柴犬のマロンも亡くしてしまった。寂しい。こんなちっぽけな人生。俺、終わらせよう。しかし、元彼女の言う通り、俺には決断力がなかった。そうだ。電車に飛び込み自殺したらどうだ？最後に俺という存在を世の中に一瞬でも刻んでから死んでやろう。それなら、私が詳しく教えてあげますよ。うわぁ！なんだこいつ！私は冥界の使者ケルベロス。あなたのような人にレクチャーし、速やかに死んでもらうのがお仕事です。速やかにって、そんな。あれ？いかつい顔して首輪なんてしてるぞ。冥界の使者も首輪するん。知ってるか人間！はい！基本、鉄道会社は裁判を起こそうとはしないんです。え？そうなんですか？まず、裁判で勝訴しても賠償金が取れません。自殺する方はほとんどの場合経済的に困窮していて、回収が難しいのです。つまり、できるだけ訴えたくない。はあ、言われてみればそうかも。それに、昇進中のご遺族に裁判を起こした結果、SNS などで遺族からもぎ取る鉄道会社だなんて炎上したら社会的なイメージダウンです。1、基本鉄道会社は訴えない。それでも大幅な損失が生じた場合、鉄道側も遺族に打診をします。基本は数百万円前後です。2、鉄道会社は大きな損失が出て初めて打診する。賠償金内訳、事故車両の修理費、清掃代、他の鉄道会社やバス会社への振り替え輸送代、特急などの場合は遅延による払い戻し代。金額はその時発生した損失から考えます。ラッシュ時でも1000万円単位と言われています。こんな感じなのか。3、金額は発生した損失に基づく。また、遅延させた時間、当日の輸送量でも変わります。都心のラッシュに遅延で何十万人もの足を止めたら、合計額が1000万円単位に跳ね上がりそうでしょう？なるほど。たくさんの人から注目を浴びて一番迷惑をかける。俺が探していたのはこれだ。鉄道会社の人には申し訳ないが、最後のことなんだ。俺はこれにしよそしてこの賠償金。フミヤさんには関係ないですが、もし亡くなった方にご家族がいる。そんな時は相続放棄をおすすめします。俺がぼっちなのをなんで知って。相続放棄？例えば、亡くなった方が若く遺産がほぼない。その場合、放棄することで支払いをしなくて済むわけです。逆に、遺産がある人は相続後に支払い、残りを受け取った方がいいでしょうね。そうだったのか。4、賠償金が支払えない場合は相続放棄。まあ、フミヤさんには関係ないですけどね。2回言わないでください。でも、おかげで分かってきました。いいえ、フミヤさん。肝心なのはその前ですよ。気になりませんか？ご自分の体が電車に飛び込むとどうなるのか。自分の体？次回、電車に飛び込んだらどうなるのか、パート2、肉体編。